じゃあ、今の流れのまま、はい、天野さんにどんな治あ、僕 療をして、はい、でいいんですけど、はい。いいです。うん。そう、20年前だからね、抗がん剤治療です、普通の。多剤併用療法と言って、チョップ療法というね、20世紀からあるもう、なんか昔からある、まあ、お薬でやる治療で、今もチョップ療法なんですけど、もうちょっと新しいお薬出てきてますけども、それやったんですけども、なんかね、あんま効かなかったんですね。残念ながら僕の場合は。効かなくて途中でもうチョップ療法、これもうあんまり効かない状態で打っても無駄打ちになっちゃうので、やめましょうって話になって、で、今度はまあ EPOC というですね、また別の多剤併用療法で、救援化学療法ってやつをやって、で、抗がん剤だけではもう治癒が期待できないのでって言われて、自家末梢血幹細胞移植っていうやつですね。要は自分の、さっきの造血幹細胞あったじゃないですか。あれは自分のやつをあらかじめ取って冷凍保存しといて、そこに大量の抗がん剤をぶち込んでですね。うんうんで、うん。大量の抗がん剤ぶち込んじゃうともう造血幹細胞みんな死んじゃいますから、白血球ゼロに近くなっちゃうんですよね。そこであらかじめ冷凍保存しといた造血幹細胞を輸血と同じ容量で戻すという治療を受けました。抗がん剤が効かなくて、その自家末梢血管細胞移植をしたってことですまあか？そういうふうなね、僕の場合はね、僕の場合はそうなるってことです。一番理想的なのは、抗がん剤で寛解になった状態で自家移植するのは多分理想的ですけど、僕は寛解にならなかったので。はい。天野さんの場合、なんかそのアクセリンパ種って様々な種類あるじゃないですか。どれに該当するんですか？微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫。B が多いね。もうおどろおどろしいんだけども、DLBCL って言ったりしますけど、それすら長いみたいな。ミサトさんはね、ホジキンリンパ腫ですけど、僕は非ホジキンリンパ腫なんですよ。非ホジキンリンパ腫の中にまたうじゃじゃあるんです。その中の一つがなんか微慢なんたらってやつ、長いやつです。ホジキン、非ホジキンだったりと、そのいろんなことでうん。抗がん剤とかも全部変わってったりとかするもんなんですか？はい。なんかね、お医者さんの前で説明していいのかなってなんかちょっとああー、気がするんだけども、変わります。昔はね、例えば僕は治療を受けたの20年前って、申し訳ないんだけども、ほぼみんなチョップだったんですよ。あーすごい、今こさん。ホジキンはさすがにAVVD っていう治療で、非ホジキンもいっぱいありますけど、もう大体チョップみたいな時代があったんですけども、今はですね、この20年の間にめちゃめちゃいいお薬がたくさん出ていて、治療だいぶ変わってるんですよ。だから僕の頃は、まあ僕再発2回してるんですけども、もう再発したら、僕の頃はですよ、ほぼもう治療手段がもうないですね、みたいな感じだったので、まあかなり、まあいわゆる予後もね、厳しいこと言われましたけども、ただこの20年だいぶ変わりましたよね。今、自家移植後に例えば、再発してもですね、最近だとカー T 細胞療法とかですね。当時の治療法、結構チョップ療法とかなんか聞いたことがあるというか、なんかあ、そうです。そうです。それ、今もまだ残ってますけども、チョップにいろいろ組み合わせるんですよ。いろんな新しいお薬を。まあ、だからいろんなお薬いっぱいあるって、それ組み合わせて今、治療がどんどん上がってるって状態ですね。自家移植をまあ、その後2回再発しちゃいましたけどね。2回サーブしたときは移植ですか？で、1回目再発の時には放射線治療。で、2回目の時には、今度は同種移植って言って、他人からもらうやつね。骨髄バンクとかを通じた移植をお勧めされたんですけども、そこまでもういろんな合併症があったんですよ。肺炎になったりとか、肺炎の治療でたまたまそのお薬が、効きが、なんかいろいろな問題があって、なんか左耳の視力を失っちゃったりとかね、いろいろあったんですよ。だから、あんまりお勧めできる方法じゃないけど、僕の場合はもう治療いいかなと思って、もう治療いいですって言っちゃったんですよね。だから移植はして、同種移植はしてないです。主治医は同種移植しないと絶対再発するって言ったんだけども、まあちょっともうノーサンキューですっていう感じですね。じゃあ、何で治療するんですか？ノーさん。抗がん剤治療なんです。だからね、抗がん剤。2004年まで4年間ぐらい僕治療してるんですけど、4年の間にね、お薬いっぱい出てきて、いっぱいでもないけど、まあいくつか出てきたんですよ。新しいお薬が。それはやっぱり影響してるでしょうね。1回目の再発の時が放射線で、2回目の再発の時が骨髄バンクからの移植をまあ提案されて、HLA っていうね、白血球の方もちゃんと調べたんですけどもね。そんな中で、はい。美里さんはどんな治療をその後されていきましたでしょうか？私は天野さんのライトバージョンって感じなんですけど、さっきもお話に出たホジキンリンパ腫の初発の時はホジキンリンパ腫に確立されてる ABVD 療法っていうそれも化学療法の多剤併用のやつをやりました。今も ABVD が結構基本でずっと残ってるんですけど、治療として今またさらにホジキンもちょっと新しい組み合わせとかも出てきて、妊娠性によりダメージが少ないような組み合わせとかもちょっとほとんど一緒なんですけど1個変えたりとかして、そういう治療も出てきてるのでホジキンの方も進化しています。
今、妊用性の話も出ましたけれども、治療に際して、美里さんはね、24歳ということもあって、妊用性って子供を作る能力のことを指すんですけれども、そういったところの何か、ことってされましたか？再発した時に、その時は天野さんが一番最初に受けられた自家移植を私も造血管細胞移植したんですけど、それがやっぱ大量の抗がん剤バーって入れて、もう本当になんか全部の細胞死亡みたいになるんで、その時に先生に卵子保存勧められて、その時にしました。本当に時間ないから、なんか1回だけチャンスをくれて、女性の場合こうタイミングとかがあって1ヶ月ぐらいはかかるんで、もうその1ヶ月だけ待つからみたいな感じで、1回だけやりました。で今はそれを凍結してあるっていうことですね。はい、どっかで凍ってると思います。どっかでね東京で凍ってます。ABVD でもやっぱり私が2回目の時に卵子保存したんですけど、ABVD でもやっぱりこう結構ダメージがあったらしくって、本当だったら採卵1回すると10個とか15個とか取れたりするんですけど、私はなんかもういいやつが2個しか取れなくって、やっぱり前の抗がん剤の影響があるって言われたので、できればその1回目の時から保存できたらきっといいんだろうなって思ったので、もしこれから治療される方とかいたらご検討くださればと思います。再発したって言ってたやんか。最初が抗がん剤オンリー。抗がん剤か。さっきのやつか、抗がん剤やって、再発してから自家移植した。自家移植、そうです。自家移植って結構再発したら多いんですか？そういうことでもない？多分再発した時のファーストチョイスがもうそれしかないって感じなんじゃないですか。多分ね、自家移植は大体似てますけど、他人からの同種移植っていうのはいくつかチョイスがあって、血縁か非血縁かってことですよね。まず兄弟からもらうんですか、親御さんからもらうんですか、もしくは他人からもらうんですか。まずそこはまず分かれ目で、非血縁からもらうという場合になると、骨髄バンクですか、臍帯血バンクですかっていうのがあって、で、あとは HLA っていう白血球の型を合わせるんですけども、どれぐらい合わせるかとかですね。全部合わせるんですか、それとちょっと合わせないんですかみたいな。いろいろあります。だからそこはもうね、まさにプロ中のプロの領域だから、うちは患者会ではもう移植を勧められたらセカンドオピニオンはぜひ行ってくださいねとお勧めしてますけど。美里さんは逆にがん治療してからお医者さんになったじゃないですか。もうその時はもう、もうこれみたいな感じでもう納得されてって言い方ないんやけど、もう自分の治療に対してですか？そう。そうですね。これしかなかったよなっていうのは思います。すごいな、やっぱり。私の場合本当にシンプルな治療になるんで、天野さんのリンパ腫の方の方が多分、人数も患者さんの数も多いし、治療法もたくさんいろいろ開発されてると思うんで、多分チョイスは多いんですかね。昔はね、ほぼチョイスなかったんですけど。そうですよね。チョップ行っちゃったんですよね。いや、でも、移植を勧められて、それしかないんやっていけました。僕なんか移植勧められても、移植受けなきゃダメですかってもう、なんか 2週間ぐらいうだうだ言ってましたけど、僕。なんか私も初発の時に、なんかステージが割と進んでたんで、多分抗がん剤じゃ多分無理かなみたいなことを言われてて、初めから。はい。で、行けたらこのまま行くけど、再発の可能性も高いし、そうなったら移植っていう方法になるっていうのを初めから多分先生に言われてて、もうなんか先生のことを信頼しきったっていうか、もう自分で考えるのもよく分かんなかったんで、じゃあお願いしますみたいな感じで、自分で調べるとかもあんましなかったんで。調べるって大切だけど逆に迷うこともありますからね。そうですよね。今だったらもうちょっと調べたかもしれないです。はい。